のり動画サブチャンへようこそ。はい、現在ですね、朝の6時30分ですね。今日はですね、市場がお休みなので、あまり収穫はできないんですが、うちはこちらの方の小屋で直売ができるので、少し、販売する部分ですね、の部分の収穫をしたいと思います。いちじくの方の収穫をしながら、いちじくの病気について少しお話ししたいと思います。であまりお話はしたくないですし、こんな動画は出したくないんですけども、やはり家庭菜園をされている方がいらっしゃいますので、実際いちじくの病気についてどういうものがあるかっていうのを、知りたいかなと思いまして、今回この動画を作りたいと思います。はい、酵母腐敗病になると、この開いてる口のこの横ですね、この白くなってますけども、この、境目のここですね、ここがピンク色になります。綺麗なピンク色が出てきます。そうなると、その実は酵母腐敗病と呼ばれる病気にかかっている。で、酵母腐敗病になりますと、実際にそのピンク色の部分ですね、そこから一晩経つと汁が出てくるような形になります。実際畑でもなってて、垂れ下がるような実になっているやつがそうですね。あと匂いがですね、酸っぱい匂いがします。で、実際その汁を放っておくと、そこからいわゆる虫が寄ってくるような形になって、腐敗がどんどん進んでいくような病気になります。こんな感じになります。見えてるかな？止めますね。この中に見えますかね？この黒カビが見えてますかね？この中、黒っぽく見えてますよね、カビが。これが黒カビ病になります。雨が降るとこういうのが、出やすくなります。で、実際にですね、これは本当のこの頭だけです。中までは行ってないです。試しに割ってみましょう。これ割ってみました。こんな感じですね、割ると。で、見ていただいた通り、本当に黒カビは本当のこの頭だけなんですね。ご家庭で食べる場合においては、このカビの部分だけ取ってしまえば全然食べれます。はい、本当の花鳥部だけですね。アザミウマの話もありましたけど、これもそうです。これアザミウマにやられてます。アザミウマにやられるとこんな感じで、実の養分を吸われてしまって、シワシワになりますよ。こんな感じ。はい。今終わりました。こんな感じですね、ほら。中が茶色くなっています。こういうのもそうですね、ちょうどありましたけども、これもアザミウマにやられている実になります。はい、アザミウマにやられた実ですね、花鳥部が、見分け方ですね。アザミウマにやられた実は先ほどのように、実の花鳥部が通常は実ってくると膨らんでくるんですけども、へこんだままの状態になります。へこんだままの状態。そういう意味は、ちょっとやられてるなと、アザミウマにやられてるなと思っていただければ結構ですね。これもそうですね。こういう感じでへこんでますよね、実の頭。色も悪いんですけども、こういうのはアザミウマにやられてる。で、これどうしてもですね、5月、6月ぐらいからかな。6月ぐらいから発生し始めます。ここにもありますね。これもそうですね。で、我々いちじく農家ではこのアザミウマ、非常に頭を悩ませる害虫で、防ぐために定期的な防除ですねを行います。もう6月というか5月の終わりぐらいからもうスタートしてますね。それでもどうしてもやられますね。絶対被害は多かれ少なかれ発生します。どうしても。これは仕方がないですね。アザミウマがいなくならない限りか、もしくは解決策ですね。ものすごいいい解決策が出るまでは、基本的にどうしても出るというものになります。で、疫病はですね、さすがに今私の畑ではないです。で、簡単に説明しますと、このいわゆる実る前の緑色の実に
白い粉吹いたような形になります。本当に何て言いますかね、片栗粉をまぶしたみたいな感じになります。で基本的に赤い実にももちろんなるんですけども、黒カビ病とかこの青い実にはつくことないんですけども、酵母腐敗病もそうですね。疫病はこの青い実についてるんです。もうだってもう白いのがずっと出ます。それ疫病という形で名前の通り分かるんですけども、伝染病ですね。本当に1個これがなってると、この周りの実もなる可能性が高いです。でなってる病を見つけたらもうすぐに、廃棄ですね。でちょっと様子を見て、他のがこう伝染してなってくるであると、この枝全体がもう、疫病になっている可能性があるので、その場合はもう枝ごとカットという形をやることがあります。ちょっと疫病は雨が続くと出やすくなります。はい、ということで今回はですね、イチジクの病気ですねについて簡単ですが説明させていただきました。多分他にはですね、あんまりこんな動画を出している方はいないと思います。ご家庭で作られている方が、このチャンネルには多いので、どういう病気があるのかっていうのをですね、あまりご存知ないのではないかなと思いまして、作りました。はい、今回の動画が良かったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。